真夜中の海辺の駐車場に車を止め、エンジンを切った瞬間のことを思い出してください。ヘッドライトを消すと、フロントガラスの向こうには、何も見えない真っ暗な空間が広がっています。視界からは海の姿が完全に消え去り、どこからが空でどこからが海なのか、その境界線すらわかりません。それなのに、重く低い波の音だけが、規則的に闇の中から響いてきます。さざ、さざ。その大きすぎる暗闇の少し先に、ポツンと白く光る小さな建物があります。夜の海辺に立つ公衆トイレの明かりです。なぜ私たちは、あの真っ白な光に向かって歩くとき、安心感よりも、どこか少し心細いような、落ち着かない感覚を覚えるのでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今回は、波の音しかしない夜の海辺に光る、白いトイレ等の違和感について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。私たちが普段生活している街の中では、夜であっても完全な暗闇というものは、ほとんど存在しません。街灯が一定の間隔で並び、自動販売機の明かりがあり、遠くには24時間営業のコンビニの看板が見えます。しかし、夜の海辺は違います。そこにあるのは、人間の生活圏とは全く次元の違う、見えない海の重さです。車から降りて、海風に吹かれた瞬間、私たちはその巨大なものが、すぐそばにあるということを肌で感じます。視界が効かないからこそ、波の音が自分を取り囲むように響き渡り、自分が今どこに立っているのか、方向感覚が少しずつ薄れていきます。その深い暗闇の中で、トイレ等の白い蛍光灯だけが、異常なほどの明るさを放っています。それは、暗い風景に馴染むことなく、まるで別の場所から切り取られて、ポンと置かれたような不自然さを持っています。なぜ真っ暗な場所にある唯一の光なのに、私たちはそこに近づくことを少し躊躇してしまうのでしょうか。その躊躇は、ほんの数秒のものかもしれません。けれど、真夜中の海辺では、その数秒が妙に長く感じられます。車からトイレ等までは、実際にはそれほど遠くありません。駐車場の端から建物の入り口まで数十歩も歩けば着く距離です。それなのにエンジンを切った車から離れるほど自分を守っていた小さな空間が背中の後ろへ遠ざかっていくように感じます。足元では砂を含んだアスファルトや小さな石が靴の下でジャリッと乾いた音を立てます。その音はすぐに波の音へどけていきますが、なぜか自分の耳にははっきり残ります。一歩進むたびに光は近づいてきます。しかし不思議なことに、光に近づくほど周囲の暗闇は薄くなるどころか、かえって濃く見えてきます。建物の輪郭がはっきりしていく分、その外側に広がる黒い空間の深さも同時に浮かび上がってくるのです。入り口の前に立つと、白い蛍光灯が足元の砂や水跡を照らしています。扉は開いていて、中には誰もいません。明るい、清潔、安全。そう頭では分かっているのに、その入り口が、ただの出入り口ではなく、外の暗さと人工の光を分ける、境界線のように見えてきます。ここを越えれば、波の音は少し遠くなり、代わりにタイルの反響音と、換気扇の低い音が耳に入ってくる。ここを越えれば、見えない海の気配から逃れられるはずなのに、同時に、もっと小さく、もっと白く、もっと無機質な空間に、自分だけが切り取られてしまう。その予感が、入り口の前で一瞬だけ足を止めさせるのです。私たちは、暗い場所が怖いから、
明るい場所へ向かいます。けれど、夜の海辺では、その明るい場所こそが、自分の孤立を一番はっきり見せてしまうことがあります。外に広がる夜の気配と、目の前にある小さな光、その間に立ったとき、私たちはふと気づいてしまいます。怖いのは暗闇そのものではなく、その中で自分だけが白い光に照らされている、その状況なのかもしれません。暗闇の中の光は、本来なら希望や安全の象徴であるはずです。しかし、海辺のトイレ塔が放つ光は、私たちを優しく迎え入れるような、暖かい光ではありません。それは、青白く乾燥していて、周囲の闇を際立たせてしまうような、冷たい明るさです。入り口に近づくと、光に誘われた小さなハムシたちが、いくつか不規則に飛び回っているのが見えます。波の音に混じって、ジーッという蛍光灯のかすかな振動音が、耳の奥に触れるように聞こえてくるかもしれません。その境界線を越えて、中へ足を踏み入れた瞬間、外とは全く別の違和感が、私たちを包み込みます。内部は、床も壁も白いタイルで覆われています。日中の利用者が残した水しぶきや、海から持ち込まれた砂で、床の一部が黒く蒸れていて、そこに天井の光が鋭く反射しています。このタイル張りの空間に入った途端、自分の足音が、普段の何倍も大きく響くことに気づきます。コツ、コツという乾いた音が、硬い壁にぶつかって反響し、誰もいない空間に奇妙なほど響き渡ります。外を歩いていた時には、波の音にかき消されていた自分の存在感が、この明るい密室の中では、ごまかしが効かないほどはっきりと、浮かび上がってしまうのです。なぜ安全な光の中にいるはずなのに、自分の足音が響くたびに、少し後ろめたいような落ち着かなさを感じるのでしょうか。私たちは、広すぎる気配から逃れるようにして、この場所に入ってきました。しかし、いざその中に入ってみると、そこには人間の感情に寄り添うようなものは、何一つ用意されていません。洗面台の蛇口、ステンレスの鏡、個室の冷たいドア、すべてが機能だけを追求して作られた、感情を持たない物質です。ふと手を洗おうと蛇口の下に手を差し出すと、センサーが反応して水が勢いよく流れ出します。ジャーという水の音が、またタイルに反響して空間を満たします。誰もいないのに、換気扇だけが低いうなり声を上げて回り続けています。個室に入れば、自動洗浄のセンサーが反応し、機械的な音とともに水が流れます。人間の気配が全くないのに、システムと機械音だけが完璧に作動している空間。そこにいる生身の人間は自分だけです。なぜ機械音だけが続く明るい場所で、私たちはこれほどまでに深い孤独を感じるのでしょうか。その孤独は、個室や洗面台の中だけで完結するものではありません。むしろ、用事を済ませて、さあ出ようとした瞬間に、一番はっきりと形を持ち始めます。出口へ向かって歩くと、白いタイルの床に、自分の足音がまた反響します。入ってきた時と同じ音のはずなのに、今は少し違って聞こえます。外へ戻るための足音なのに、なぜか、この明るい箱から押し出されていくような、小さな落ち着かなさがあるのです。出口の先には、さっきまでと同じ夜の海が広がっています。けれど、中にいる間に目が白い光に慣れてしまったせいで、外の暗闇は、来た時よりもさらに濃く見えます。入り口の四角い枠の向こうに、黒い空間だけが広がっている。そこには、道も、海も、空も、
はっきりとは見えません。ただ波の音だけがずっと同じ感覚で聞こえています。さざ、さざ。その音を聞いた瞬間、私たちは思い出します。自分は今、明るい建物の中にいるのではなく、見えない海のすぐそばに置かれた小さな箱の中にいるのだと。洗面台の水音、換気扇の低い音、蛍光灯の振動音、それらはすべて、この建物がまだ正常に動いていることを知らせてくれる音です。しかし同時に、その音があることで、外の自然の音がより遠く、より大きく感じられてしまいます。人間が作った音と、海が立てる音、その二つが壁一枚を隔てて重なっていることに気づくと、この場所が急に、とても頼りないものに思えてきます。明るいタイルの壁も、自動で流れる水も、きちんと閉まるドアも、確かに私たちを守っているように見えます。けれど、それらはすべて、人間が作った小さな約束事のようなものです。夜の海は、その約束事の外側で、何も言わずに動き続けています。だから私たちは、出口の前で一瞬だけ、立ち止まってしまうのかもしれません。この白い光の中にいるのも落ち着かない。でも、外へ出れば、またあの見えない広さの中へ戻らなければならない。そのどちらにも、完全には安心できない感覚。明るい場所にも、暗い場所にも、自分の居場所がはっきり定まらない感覚。夜の海でのトイレ灯画の湖水和感は、まさにその境目にあるのです。個室の中で静かにしていると、分厚いコンクリートの壁を隔てて、外の波の音が少しこもったように聞こえてきます。その規則的な呼吸は、この箱の中まで確実に浸透してきます。明るい空間にいることで、私たちは安全を確保したように思えます。けれど、壁のすぐ向こう側には、人の手が届かない海が広がっていることを、私たちは決して忘れることができません。むしろ、この隔離された場所にいるからこそ、外の深さと広さが、かえってはっきり意識されてしまうのです。なぜ明るい場所にいるほど、外の見えない気配が気になってしまうのでしょうか。それは、この空間が、人の手が届かないものの前では、あまりにも脆く、不自然な存在であることを、私たちの本能が察知しているからかもしれません。ふと洗面台の鏡を見ると、そこには少し疲れたような自分の顔が映っています。青白い蛍光灯に照らされた自分の姿は、いつもより疲れて見え、この空間の一部にどうかしてしまったように見えます。自分の知っている日常の輪郭が少しずつ崩れていくような感覚。安全であるはずの場所なのに、なぜか少しだけ早くここから出て、車に戻りたくなるような焦燥感。私たちは暗がりを恐れて光を求めますが、本当に落ち着かないのは、巨大なものから目を背けるために作られた完璧すぎる光なのかもしれません。では、私たちが夜の海辺の白いトイレ灯で感じるこの違和感の正体とは何なのでしょうか。それはおそらく大きすぎる自然の中にある人工空間が私たちを安心させるどころか、逆に人間の無力さと孤立感を際立たせてしまうという事実なのかもしれません。私たちは普段、人工物に囲まれた街の中で、自然の大きさを忘れて生きています。しかし、夜の海という、人間の力が全く及ばない場所の前に、ポツンと置かれた空間は、私たちが普段信じている日常が、思っているほど確かなものではないことを、静かに見せつけてきます。明るい光は、私たちを守ってくれる壁ではなく、
自分がいかにちっぽけで広大な夜の中に孤立しているかをはっきりと照らし出してしまうのです。用事を済ませてあなたが再び出口へ向かうとき、白いタイルの反射から目をそらし、外へ一歩を踏み出します。自動で閉まるドアの音が背後で鳴り、かすかな振動音が途絶えた瞬間、冷たい海風がふっと顔に当たります。視界は再び真っ暗になり、波の音が先ほどよりもずっと鮮明にあなたを包み込みます。その時、不思議なことに気づくはずです。車から降りた時には、あんなに心細く感じた波の音が、今はなぜか少しだけ自然なものとして体に馴染んでくる感覚、冷たい光から解放され、広すぎる夜という現実の中に自分の存在が静かに溶け込んでいくような安堵感。明るい場所が必ずしも私たちに安心を与えるわけではない。時には見えない広がりの中に身を委ねる方が人間の体にとっては自然なことなのかもしれません。次にあなたが夜の海へドライブに行き、闇に浮かぶ白いトイレ塔へ向かうとき、自分の足音がタイルに反響するあの冷たい響きに耳を澄ませてみてください。壁越しに聞こえる波の音と換気扇の音の重なりを肌で感じてみてください。あなたが感じたその落ち着かなさは決して気のせいではありません。明るすぎる光があなたに見せたほんのわずかな日常のほころびなのです。それではまた次の違和感でお会いしましょう。